2025年の春、あなたはどうしていましたか？世界中の市場が激しく揺れた、あの4月のことです。トランプ大統領が突然発表した大規模な関税政策が、金融市場を直撃しました。日経平均株価は数日で大幅に下落し、毎日スマホを開くたびに、NISA の残高が目に見えて減っていった時期です。関東在住の会社員 A さん、54歳。妻と2人暮らしで、3年前から新 NISA の積み立てを始めていました。毎月5万円。全世界株式のインデックスファンドへの積み立てです。老後のために、コツコツ続けよう。そう決めて、3年間休まず積み立ててきました。2025年4月の暴落が始まったある夜、A さんは会社の帰り道にスマホを取り出して、NISA アプリを開きました。画面には、前月より大幅に減った数字が表示されていました。先月まで198万円あったはずが、今月は171万円。27万円が画面の上で消えていました。このまま続けていたら、もっと減る。そう直感した A さんは、積み立ての一時停止を申し込みました。様子を見て、落ち着いたら再開すればいい。それが1年後に大きな後悔につながるとは。この時の A さんには知る由もありませんでした。お金と自由の航路へようこそ。船長です。今日は暴落で積み立てを止めた人が、1年後に直面した機会損失の現実についてお話しします。前提として、結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。この動画では A さんの話を通じて、暴落時に積み立てを止めるとどうなるかを、具体的な数字と心理の両面から掘り下げます。もし今暴落が来たら一時停止しようかなと感じている方、あるいはすでに止めてしまっている方がいれば、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。A さんが積み立てを止めた判断は、おかしくありません。2025年の暴落時、証券会社への積み立て停止や解約の問い合わせは、暴落前の数倍に増加したと言われています。嵐の中に飛び込んでいくより、嵐が過ぎてから動いた方が安全だ。そう考えた人は何十万人もいたはずです。でもこの常識には大きな落とし穴があります。少し視点を変えて考えてみてください。毎週スーパーに行って、同じシャンプーを買い続けているとします。ある日、そのシャンプーが通常の半額になっていたとしたら、あなたはどうしますか？おそらく多めに買いますよね。投資も本来は全く同じ論理のはずです。価格が下がった時こそ、同じお金でより多くの口数を仕込めます。暴落は投資信託の半額セールと同じ状態です。それなのに多くの人が価格が下がった瞬間に買うのをやめてしまう。なぜでしょうか？答えは私たちの脳の仕組みにあります。行動経済学では、人は損をすることへの痛みを、得をすることの喜びの逆に倍強く感じると言われています。これを損失回避バイアスと呼びます。資産の数字が減っていく画面を毎日見ていると、この心理的な痛みが理性的な判断を上回ってしまいます。止めなければ、もっと損が増えるという衝動が、長期投資では一時的な下落は問題ない、という知識を押しつぶしてしまうのです。もう一つの落とし穴もあります。止めた積み立ては、落ち着いたら再開すればいい、という発想です。これが難しいのは落ち着いたタイミングが、事後にしかわからないからです。市場が落ち着いたと感じる頃には、価格はすでに大きく回復しています。あの時が底値だったんだと気づいた時には、安値で仕込むチャンスはとっくに終わっているのです。では、A さんが実際にどのくらいの機会損失を抱えることになったのか、数字で見てみましょう。積み立てを止めた期間は2025年4月から2026年4月まで、おおよそ12ヶ月間です。毎月5万円の積み立てでしたから。この間に投資しなかった金額の合計は60万円になります。ただし、問題は60万円を寝かせていたことではありません。本当の問題はこの60万円で何を買い損ねたかです。2025年4月のトランプショック後、市場は一時的に底を打ちました。その後、
徐々に回復へと向かっていきました。暴落直後の安値圏で積み立てを続けた人は、その後の回復の恩恵を大きく受けています。もし A さんが止めずに毎月5万円を積み立てた続けていたとすると、暴落直後の安い価格帯でも着実に口数を積み上げられていました。その口数が1年後に 20% 前後値上がりしていた計算になります。元本60万円が72万円分の資産価値を持っていた可能性があります。12万円の差か、そこまで大きくないな。そう感じるかもしれません。でもここに2つの重要な事実があります。1つは、この差に複利の力が加わることです。今55歳として70歳まで15年積み立てを続けるとすれば、この時点での差は最終的には何十万円にも拡大します。もう一つは1回止めた人は2回目も止めやすいという事実です。止めた経験がある人は次の暴落でも同じ行動を取りやすくなります。暴落の度に止めてしまうと、長期積み立て投資の効果はほとんど得られなくなってしまいます。そして、もう一つ A さんが経験したことがあります。積み立てを止めていた12ヶ月間、何も感じなかったわけではありませんでした。2025年の夏頃、市場が回復し始めた時、もう再開してもいいかなと思ったことがありました。でもその時、市場はすでに暴落前の水準にかなり近づいていました。今再開したら、また高値で買うことになる。もう少し下がったら再開しよう。そう考えて、また先送りにしました。でも市場は下がりませんでした。そのまま年末を迎え、2026年を迎え、気がつけば1年が経過していたのです。これが様子を見るの本当の怖さです。再開のタイミングを見極めようとするほど、どんどん動けなくなっていきます。次の暴落が来たら今度こそ再開しよう。その考えも同じ罠です。次の暴落がいつ来るかは誰にもわかりません。もし来なければ、さらに高値で再開することになります。いつかのタイミングを待ち続けることが、実は最もコストの高い選択になるのです。2026年の春、A さんは同僚の B さんとの飲み会で、この現実と向き合うことになりました。去年の暴落の時も、積み立ては止めなかったよ。結果として今がプラスに 13% になってる。B さんの何気ない一言が A さんの胸に刺さりました。帰り道にスマホを取り出して自分の資産を確認すると、B さんとの差は見てすぐにわかるほどでした。あの時、止めなければよかった。そう思った時、すでに12ヶ月が経過していたのです。帰宅した A さんは、妻にその話をしました。妻はこう言いました。やっぱりそうだったんだね。でも気づいた今から帰ればいいじゃない。その言葉に、A さんはハッとしました。後悔にとらわれるより、今から動く方が大切だ、と、ここで私自身の話をさせてください。今でこそ暴落が来ても積み立てを止めることなく、黙々と続けることができています。でもかつて、投資をやめた経験があります。インデックス投資を始める前の話です。30代の頃、個別株の投資をしていた時期がありました。特定の会社の株を買っては、決算発表のたびにドキドキして、毎日株価をチェックする生活をしていました。そのうちの1社が上場廃止になりました。別の1社は業績悪化から最終的に経営破綻しました。投資額はそれほど大きくなかったことが救いでしたが、会社ごと消えてしまうという体験は、精神的なダメージとしてかなり大きかった。もう投資はやめよう。そう思って、しばらく投資から完全に離れました。でも老後のことが頭から離れませんでした。そこで改めて勉強し直して出会ったのが、インデックス投資という考え方です。当時の私は、個別株のリスクと、インデックス投資のリスクを混同していました。個別株は企業固有のリスクを負います。業績が悪化すれば株価はゼロになることもある。でもインデックス投資は市場全体のリスクです。全世界の何千もの会社に同時に少しずつ分散して投資します。一つの会社が経営破綻しても、世界経済全体は続いていきます。この違いを理解したとき、私の投資への姿勢が根本から変わりました。
そして過去100年以上の歴史が示すことがあります。世界の株式市場は数えきれないほどの危機を経験しながらも、長期的には成長し続けてきました。1929年の世界大恐慌では株価が9割近く下落しました。1987年のブラックマンデーでは1日で 20% 以上下がりました。2008年のリーマンショック後には、世界的な金融システムの崩壊すら議論されました。2020年のコロナショックでは、わずか数週間で 30% 以上の下落が起きました。それでも全ての暴落の後に、市場は回復し、さらに高い水準へと達してきました。2008年のリーマンショックの底値圏から、毎月積み立てを続けた人は、元本に対して5倍以上の資産を作っています。暴落の最中に積み上げた口数が、その後の回復でしっかりと伸びたからです。この事実を知っていると、暴落時の捉え方が根本から変わります。今、嵐の中にいるという見方から、今、歴史的な安値圏で仕込んでいるという見方へ。私が2025年のトランプショックの最中に何を感じていたかというと、正直に言えば下がっていく数字を見て、気分が良いものではありませんでした。でも同時に、また上がるという強い確信がありました。100年以上の歴史が、そう教えてくれているからです。だから私は2025年4月の暴落の最中も、積み立てを止めることなく黙々と続けていました。一時的な下落は、長い後悔のさざ波でしかない。そのマインドが、行動を変えてくれます。暴落で止めてしまう心理には、現在バイアスという罠もあります。人は将来の大きな利益よりも、目の前の小さな痛みを避けることを優先しがちです。今すぐ損失を止めたいという衝動が、20年後に大きな資産を得るという目標を上回ってしまう。でも感情を責めることはできません。それは人間として当然の反応だからです。大切なのは、感情が介入できない仕組みを作ることです。感情に逆らおうとするより、感情が出番を持てない設計を作る方がずっと簡単です。これが長期投資の最大のコツです。では実際に、暴落時でも積み立てを続けるには、どうすればいいのか。具体的な方法を3つお伝えします。まず1つ目は金額ではなく口数で考える習慣を持つことです。毎月一定金額を投資すると、価格が安い時にはたくさんの口数を変えて、価格が高い時には少ない口数しか変えません。これをドルコスト平均法と言います。暴落の時は、この仕組みが最も威力を発揮します。今月は同じ5万円で、いつもより 1.3 倍の口数を仕込めた。そう考えると暴落はチャンスに見えてきます。スーパーのセールで多めに仕込むイメージです。2025年の暴落後の回復局面で、この安値で積み上げた口数が大きく伸びました。暴落時に積み立てを続けた人がプラスに 10% 以上を得られたのは、まさにドルコスト平均法の効果によるものです。2つ目は自動化して、意図的に見ない日を作ることです。積み立てを止めてしまう最大の原因の一つは、頻繁にアプリを確認してしまうことです。暴落時に毎日アプリを開くと、毎日マイナス〇万円という画面を見ることになります。そうすれば感情が揺れるのは当然です。解決策はシンプルです。証券口座の自動積み立ての設定を確認して、継続の状態にしておく。そして次に1回だけ確認すると決める。投資の世界には、こういう言葉があります。退屈に勝つ力こそが、長期投資家の条件だ。自動化して、ほとんど見ない。それが実は、長期投資の最強の戦略です。NISA アプリの通知設定をオフにするだけでも、暴落時の感情の揺れをかなり抑えることができます。3つ目は歴史を知識として体に入れておくことです。暴落が来た時に感情が揺れるのは、この下落がいつまで続くかわからない、という恐怖から来ていることが多い。でも過去100年の歴史を知っていれば、どんな暴落も必ず回復してきたという事実が、心の怒りとして機能します。リーマンショックの底値からおよそ5年で回復。コロナショックの底値から1年半で史上最高値を更新。歴史が何度も繰り返し、
同じ事実を証明しています。暴落は終わりではなく、通過点です。この歴史を深く理解していれば、暴落のニュースが流れるたびに、今日も積み立てを続けようと思えるようになります。知識は感情の揺れを抑える最強の盾になります。10分だけでいいので、ぜひ一度と。100年の世界株式市場のグラフを見てみてください。右肩上がりの長い歴史の中に、いくつかの深い谷があるのが見えます。でも、その谷からは必ず立ち上がっています。そのグラフを一度見るだけで、視界が変わります。3つの方法をまとめると、口数で考える、自動化してみない、歴史を知る。この3つだけです。特別なスキルも才能も必要ありません。仕組みを作って続けるだけです。よく暴落の時は買い増した方がいいですかという声をもらいます。追加で買い増しができる余裕があるならそれも有効です。でも一番大切なのは止めないことです。普通に続けるだけで十分に効果があります。長年インデックス投資を続けてきた人に共通するのは、特別なことをしていないという点です。市場の動きを予測せず、ただ淡々と積み立てた続けた人たちが、10年後、20年後に大きな資産を手にしています。一点、大切な前提をお伝えします。積み立て投資は余剰資金で行うものです。最低でも生活費の3から6ヶ月分を、投資には回さず手元に残しておいてください。その上で、使う予定のないお金を長期で積み立てる。この生活防衛資金が確保されていると、暴落の時でも生活が困るわけではない。という心理的な余裕が生まれます。その余裕が積み立てを続けられる支えになります。老後全体のお金の流れが気になる方には、無料ツールのお金と自由の航路ナビを公開しています。年金、生活費、貯蓄、退職金などをもとに、今の資産が何歳頃まで続きそうかをざっくり確認できます。画面下の概要欄にリンクを載せていますので、目安として活用してみてください。A さんのその後をお話しします。2026年4月、A さんは積み立てを再開しました。機械損失があったのは事実だ。でも気づいた今から再開すれば、まだ間に合う。次の暴落が来た時は、今度は止めない。そう決めた A さんは2つのことをしました。まず証券口座の自動積立設定を再確認して、毎月の積立額を5万円から6万円に増やしました。次に NISA アプリの通知設定をすべてオフにして、月末に一度だけ確認する。それ以外は見ないと決めました。しばらくして A さんはこう話していました。毎日気にしていた頃より、むしろ精神的に楽になった気がします。お金のことで頭がいっぱいになる時間が、以前より確実に減りました。投資は考えれば考えるほど良い結果が出るわけではありません。むしろ考えすぎると感情が介入して判断を誤ります。仕組みを作ったら、あとはほったらかす。それが長期投資の本質です。今日の話を3点でまとめます。1つ目、暴落時に積み立てを止めることは、感情的には正しく見えますが、実際には最も安く口数を積み上げられるタイミングを逃すことになります。2つ目、過去100年の歴史が示すように、どんな暴落も市場は回復してきました。一時的な下落は長い航海のさざ波でしかありません。3つ目、積み立てを続けるための最善策は仕組み化です。自動設定にしてみる回数を意図的に減らす。感情が介入できない環境を作ることが、長期投資の最強の武器になります。今日できるアクションを一つだけお伝えします。今すぐ証券口座を開いて、積み立ての設定が継続になっているか確認してください。もし止まっていたなら、今日から再開してください。今日が、今後の人生で一番早いスタートの日です。暴落は怖い。それは当然の感覚です。でも怖さを知りながらも続けた人だけが、10年後、20年後に続けてよかったと思える景色を見られます。あなたの積み立ての船は、まだ沈んでいません。少し荒れた海を越えれば、必ず凪の海が待っています。この動画が役に立ったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。